Yeah, I know. I love you so much. You're so sweet. Yeah, so sweet. ランチョコンパシオンっていうところは英語では sanctuary と言いますけれども sanctuary っていうところは動物たちが自然に自由に住められるところなんですね。牛とかヤギとか羊とか普通食べ物とか洋服になる動物たちを作ってここに自由に住められるようにするところなんですね。ここではですね120匹ぐらいの動物が自由に楽しく住んでまして。No more apple. This isn't apple. You want to smell that? See? See, that's not to eat. See, there's nothing there. このサンチュアリではですね、面白いカップルがたくさんいるんです。で、今一人紹介します。Hi, June. あなたたち誰と今考えてるの？何しに来たのと。この羊はね、ここに来たのは大体10年ぐらい前なんですけど、来た時はヤギの旦那さんがいたんです。すごく面白いカップルでね。あとはね、エンジェルという牛がいるんですね。小さい頃はね、私をいつも追いかけててね、家の中も入ってたし。で、エコーっていうガチョウがいるわけなんです。Hi, Echo. いつもおんぶされたいんですよ。彼だけなの。で、ガチョウっていうのは普通他の鳥と遊んだり下したりすると思うでしょ。でも違うんです。エコーはですね、エンジェルが彼女と考えてて、いつも守ろうとするわけなんですよ。その2人が友人なんです。私たちは人間として動物たちは自分の種類としか関係がないと思うんですけれども、実際はこういう自由なところに生かせることができたら自分たちが一番好きな個人を見つけられるわけなんですよ。Hi, Echo. Are you coming? 一緒に来るの？残されるのが嫌なんです。You want to go with us? We're going to go to the top of the hill. It's a long ways for a goose. All right, I'll pick you up again. はい、抱っこする。抱っこ大好き。ねえ、いつもついてくるの。エンジェルがいたらついてこないかもしれないけど。エンジェルがナンバーワンだからね、ナンバーワン。私はナンバー2ね、ナンバー2。いや。実はですね、別に計画立てたっていうわけじゃなくて、田舎に住みたくてここに引っ越ししたんですよ。で、大体半年ぐらい。あと友達から電話があって、2匹のヤギがどっかのショッピングセンターで歩き回ってたみたいなんですよ。それで救っていただけませんかと聞かれて。彼ともう一人、レジっていう白いヤギ。この2人がこのサンチュアリの一番最初の動物だったんですよ。ちっちゃいヤギで、私の犬とあんまり大きさが変わらなかったんです、当時は。で、その時私がもう初めてどのようにその動物がね、私の犬と同じように家の中はもう自由に歩き回ってて、ハイキングも一緒にしてて、で結局犬でも猫でもヤギでも羊でもみんな同じように生きていきたい、
命を楽しみたい、そういう気持ちがあるということを深く初めて感じるようになったんです。Good morning, Mr. Argon Bargon Snargon. Yeah, I know, you're so cute. かわいいよ。小さい頃から日本に住んでた時からずっと犬を飼ってたんですね。で、犬という動物は特別な動物だと思ってて、全ての犬の性格がどうやって違うかとかそういうことをもうずっと小さい頃から分かってたわけですね。でも牛はどういう動物か、豚はどういう動物か、そういう興味が全くなかったわけなんですよ。ただもう一緒だと思ってたんですね。で、ここを始めてから初めて豚と個人的な関係が始まったわけなんです。この豚の性格はこの豚の性格と違うということが初めて分かるようになったわけなんですね。最初に来た時はね、この子も近づらなかったんですよ。Right? 今はすごくフレンリーでね。呼ぶともちろん来るんですよ、いつも。彼はポットベリーピグという種類で、それでペットとして飼う人がアメリカでは結構多いんですよ。でも飼ったらね、犬じゃないということがもうすぐわかるわけなんですね。なぜかというと何でも食べるし、いたずらするのも大好きでね。犬と同じようにすっごく頭がいいんですけれども、自分の意志が強いんですよ。それで結構捨てられるわけなんですね。エンジェルという名前だけど本当はエンジェルじゃないのよ。全く反対なんです。で、彼女は小さい頃3ヶ月ぐらいの時、牛乳用の牧場から救われたわけなんですね。肉のための牧場とずっと広いわけなんですよ。で、なぜかというと生まれてから子牛はすぐお母さんから引き取られてちっちゃいケージに住んでるわけなんですよ。なぜかというとその牛乳というのは人間のためだと考えられて、子牛が飲んだらもう私たちに何も残らないというわけで、子牛がオスだったら大きくなっても牛乳は出ないからすぐ殺されるわけなんですよ。モハメと名付けた子牛で、彼はね今4ヶ月ぐらいなんですけど、実は普通の2ヶ月ぐらいの子牛の大きさなんですよ。で、彼はですね、ある牧場で見つけられたんですけれども、ケージに入ってて食べるものもなかったしミルクもなかったし、なんか死にそうな感じでね、完全に放棄されてたような感じ。ここに住んでる大部分の動物は何か問題があったから捨てられたんですね。マドレンはそのクレフパレットという鼻と口の間の何ていうのか分かんないんですけど、何かあるわけなんですね。で、それが完全にできてなくて、食べる時は鼻から出てくるんですね。何でも治療するともう何千ドルもかかるから、その農家が捨ててしまったんですね。世界の食用システムの中では動物たちは私たちが自由に使って捨てて食べて何でもやってもいいという感じのただものとして考えてるわけなんです。
救われなかったらですね、この子はもう絶対死んでたんだけど、元気だったらね、彼はもう今頃子牛の肉になってたんです。でもわかるでしょ。どんな動物でも愛情が必要なんです。世界がすごく怖いところだという感じる人がもうだいぶ増えてると思います。人間の世界、動物の世界、すべてを救うためには思いやりから始めなくちゃいけないと思います。すべての人間は他の人のため、他の動物のため、世界のために何かできることがあるわけなんです。私たちの心を開けて、他の人のため、世の中のため、思いやりを出して、そこから始めなくちゃいけないんです。そうしたら一生にもっといい世界が作れると思います。